ではエスプレッソコースに戻ってきていただきありがとうございます。いよいよ皆さんと一緒にコーヒーの味わいの調整をしていきたいと思います。では早速なんですが、味わいの調整、このミトスを使って行ってまいります。このセッションの中で未抽出な状態の場合どうしたらいいのか、過抽出な状態の時どうしたらいいのかっていうこと、それからライトローストの場合、そしてダークローストの場合どのような調整方法をしていくのかというのを一緒に体験していただきながら、私が調整する方法を見ていただきながら、皆さんにも一緒に学んでいただけたらと思います。その際にこのテイスティングシートを使いながらやっていきます。細かく記録を取りながらやることで、前回のに比べてどのように改善したのか、何を改善したことによってどのような結果が得られたのか、理由を明確に分析するためにこのようなシートを使って管理していきたいと思います。では使うコーヒーはこちらのナンバー2ミッドセンチュリーブレンドです。まずこちらは浅入りのコーヒーを使っていきます。ミトスグラインダーに関してなんですが、ある程度ビーンホッパーの中にコーヒーを詰めてください。こちらの量が少なすぎると豆がどうしても跳ね返ってしまいまして、安定した流度で引くことができないことがあります。またこちら斜めなホッパーになっているので、引きながらこちらだんだんこのような形でですね、手前にはなくて奥にだけ寄ってしまうっていうことが起きてしまうので、定期的にこのホッパーの中の豆の粉を移してあげる、手前の方に移してあげて、常に一貫したグラインディングができるように、環境を整えてあげてください。ではまずこちらを抽出していきます。抽出の最初は基本的にこのバスケットのサイズに合わせてコーヒーの粉を入れます。バスケットのサイズに合わせてコーヒーの粉、今は 20g のバスケットを使用しているので 20g の粉を入れます。それに対しての抽出する液体の量ですが、基本は1対2の割合から始めて、そこからどのような味わいにするのか調整していきましょう。ですので 20g の粉を入れたら 40g の液体が抽出できるようにターゲットとして抽出していきます。ミトスではこちらのタッチパネルを押すことで引く粉の秒数を設定することができます。今はじゃあ 4.8 秒引かれるようにします。こちらで 19.2g のコーヒーが入れられたので少しだけ足します。その時にはこちらのボタンを押すと任意な押してる間だけコーヒーの粉を引くことができます。リングをはめましたらコームで中をドーシングしていきます。中の粉を均一にしていきます。で復習ですが、先にはかりで0点調整したら抽出を行います。はめる時には優しくジェントルにはめてください。で抽出して出てくる液体の様子見ながら、そのスピードかどのような抽出状態かな、この抽出状態がいいから美味しい、悪いから美味しくないというわけではないんですが、今どういう状態なのかなというのは推理するためにもぜひこちらチェックしながら抽出している間見てみてください。では28秒で 40g の液体ができました。ではこちらまず状態が変わらないうちにどんどん味覚の方でどのような状態か確認します。3回混ぜましたら香りを嗅いで最低2口飲みます。そしてこちらのノートに記載していきます。ではまず最初にこちらの焙煎のローストの日付を記載します。ローステッドデイは6月30日です。で6月30日なので次の項目エイジングは31、2、3、4、5なので6日目6days と記載します。そしてグラインドサイズは1のメモリの次の次一応 1.2 とここでは便宜上記載します。ミトスではここの数字を見てグラインドのサイズを記載してください。続いてドースは 20g のコーヒーの粉を使用しました。液体の重さは 40.2g で、ここにこれが28秒で抽出されていますので28秒と記載します。
TDS はまた測ってから記載するので、まず感濃の方を記載していきたいと思います。で、抽出のコンディションに関して、一口二口飲んだ時に口に入れた瞬間にまず苦みを感じて、だんだんそれがこの舌の奥の方で感じて、で最終的に後味でもずっとこのえぐみのような苦みのようなが残っているので、この状態はオーバーエクストラクションではないかと推察します。そのためここにはオーバーエクストラクションと記載します。テイストバランスなんですが、苦みが主体ですね。ですので、まずフレーバーですが、飲んだ時にチョコレートを感じるんですけど、チョコレートなんですが、なんかちょっと渋みを伴うようなチョコレートで、柑橘もいるんですが、ちょっと明確ではなく、なおかつちょっと果物のえぐみみたいなのを感じる、あまりポジティブではない柑橘かなという印象です。そしてテイストバランスは、まず一口目に苦みが広がって、それに対して甘みがサポートされていないので、バランスがいいとは言い難い状態です。アフターテイストに関しては、苦みがちょっとずっと続いていて、それがポジティブではない印象なので、苦みが続くと記載します。そしてタクタイル、食感は少しざらつきを感じる、ちょっとラフなテクスチャーになってますというような状態になっているので、現在このコーヒー豆カチュースな状態です。じゃあこのカチュースな状態、オーバーエクストラクションな状態はどのようにしたら改善されるのか、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。このコーヒーの状態、感濃面からはオーバーエクストラクションじゃないかと推察します。じゃあ実際にそれどうなのか、数字の面でもちょっと確認していこうと思います。じゃあこちら TDS を測っていきましょう。先ほどのもう一つの抽出した液体をよく混ぜます。でもし厳密にこの TDS を測りたいときには、すべてやっぱり左と右安定して同じ状態で、もしかしたら抽出されていない可能性もあるので、同じ1回この2つのショット合わせて混ぜて、それからTDS を測ってみてください。今回はちょっとそれぞれ分けて、感濃面を検査するもの、それから TDS をチェックするもので、それぞれワンショットずつ使っていきます。で何回か測定を行いまして、数字が安定するまで見ていきます。10.07 で安定しましたので、10.07 と計測されたので、数字を1つ繰り上げて 10.1 として TDS を試算します。そうしますと、抽出率は 20.3% になります。この抽出で見るとかなりど真ん中にいるんですが、感濃面で見るとオーバーエクストラクションの印象、結構ネガティブな味わいが出てしまっているので、ここから適正な抽出な味わいになるように調整していきたいと思います。今状態としましては、オーバーエクストラクション、すなわち抽出をしすぎてしまっている状態です。じゃあこれを改善するにはどうしたらいいのか。まず一つの方法としては、抽出する液体の量をそもそも減らしてあげるという案があります。しかし今回においては、今 20g の粉に対して 40g の液体を抽出しています。抽出比率は今現在 50% になります。で、ものによってはもちろんこれよりも抽出比率を上げても美味しくなることがあるんですが、今回に関してはもうすでにかなり詰まったような濃厚な液体を感じているので、これ以上抽出の比率上げたくないので、この方法は取りません。じゃあ次にどうしたらいいのかというところで、もしかしたらこれがコーヒーの成分が出過ぎてしまっている、すなわちコーヒーの粉をもっと粗くしてあげたら抽出するのが改善するんじゃないかという可能性があります。ですので、こちらはまだまだ試す余地がありまして、現在28秒の抽出です。グラインドのサイズをより粗くすることで、抽出する表面積を下げまして、抽出の効率を少し下げてあげます。そうすることで、この過抽出の状態から脱却できるんじゃないかと推理しまして、次はグラインドサイズを変えて抽出していきたいと思います。じゃあ早速粉を粗くしていきます。1の次の次のメモリになっているので、これを24から25秒にしたいので、こちらを次の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 メモリまで粗くします。じゃあ実際に
ミトスですとここの引きたまりが少しあるので、メッシュを切り替えたら必ず1回分コーヒーの粉を捨ててメッシュを調整してください。でこちらで 20g になりましたので、同じように入れていきます。抽出の状態もさっきよりも少し早くなってきてますね。こちらで25秒で、40.6g です。はい、では一応ターゲットとしているグラムにはたどり着きました。ちょっとまた先ほどと同様に観音面の方からチェックしていきます。香りもちょっと明るくなってきましたね。まず抽出の状態確認します。抽出の状態なんですが、先ほどはずっと奥に残っていたのがだいぶ前に来たかなという印象があります。ですので、口全体で感じてちょっとラウンドな口当たりもあるので、イーブンエクストラクションと言ってもいいんではないかと思います。次にテイストバランスなんですが、口に含んだ瞬間に明るい酸が出てきます。そしてそれをサポートするように甘さが出てくるので、心地よいバランスが続きます。で、後口にわずかに苦みが出てくるかなという印象です。そしてフレーバーに関しては、赤いリンゴのような印象だったり、先ほどまでのチョコレートとか渋さ伴ってたものがかなり改善しています。そして後口に関してもほのかな苦みと甘い余韻で終わっていくので結構心地よいです。そしてタクタイル、先ほどに比べてとっても滑らかになりました。ボディ、液体の重さとしてはそんなに重くはなくてミディアムボディくらいなんですが、きめも比較的細かいのでシルキーと言ってもいいかなという印象です。じゃあ実際に観音面ではかなりポジティブな状態になってますが、実際に数字の面ではどうか収率測ってみていきましょう。TDS ですが今 8.96 だったので四捨五入しまして 9.0 になります。ですので収率の方は 18.3% になります。で一応悪くもないかなっていう感じなんですが、ギリギリこの18から 22% の方には入っています。見事味わいとしましても過抽出な状態からは脱却ができました。ただじゃあまだこれがベストかというと、私はそうではないんじゃないかと思っていまして、本当にあえて言うならばくらいなんですが若干未抽出な状態にあります。アンダーエクストラクションってどういう状態かというと、抽出が十分にされていない状態になります。じゃあこれをどうやって脱却するかというと、抽出が十分にされていないのであれば、まず最初に抽出の量を増やすことが一つの選択肢になります。20g に対してもっとたくさんの水を使って抽出させることで未抽出の状態から脱却をします。もう一つはもしかしたらそもそもグラインドのサイズが粗すぎる可能性があるので、こちらを細かくするのも一つの手なんですが、今回においてはこのメッシュを超えるほどの大きなインパクトではなくて、もっと微調整な段階でいいので、今回に関しては抽出量を変えるというような形で未抽出を脱却できないか、未抽出から微調整できないかちょっと試してみたいと思います。では3回目の調整いっていこうと思います。また 20g のコーヒーの粉を使います。今回は 20g のコーヒーの粉を使いまして、先ほどまで 40g だったのを42から44くらいまで抽出していこうと思います。
ジュースの秒数は29秒です。ちょっと長くなっちゃいましたね。ではまずは観音面の方から確認していきます。まず抽出の状態なんですが、先ほどまでのちょっと口の前の方に残っていた若干の未抽出な感じ、後味の若干の短さみたいなのはすごく改善しています。じゃあかといって過抽出にまでいってしまったかというと、そんなことはなくて、後口にかけてもすごく滑らかな印象が残っています。後口にかけても甘い印象で残っているので心地よい印象です。この状態もイーブンなエクストラクションではないかなと思っています。で、続いてテイストバランスですが、一口目は本当に先ほどのよりも酸味の印象は少し穏やかになったんですが、でも甘さがすごくサポートしてより甘い印象で感じられました。後口にかけても甘い余韻がずっと続いていきます。それこそなんか酸味と甘さのバランスの整った重なっていく感じがずっと続いていくような印象です。フレーバーに関しては今までなんかリンゴのような印象あったんですが、それが本当に蜜の入ったリンゴのような熟した果実感が出てきてます。で、タクタイルは先ほどよりもちょっと液体の重さが増しまして、なんかすごく滑らかでスムースなテクスチャーでシロップのような食感があります。じゃあ実際に数字の面ではどうなのか見ていきたいと思います。では TDS は 8.46 でしたので 8.5 と記載します。20g のコーヒーの度数、液体の量が 44g、そして TDS が 8.5 で収率は 18.7% になりました。エスプレッソのコーヒーの粉と液体の量の抽出比率に関しては 45.5% になってます。この状態かなりいい普通に飲んで美味しい適正な抽出のエスプレッソかなと思うので、ここでこの調整は一旦終わろうと思うんですが、このような形で実際に数字も使いながら、そして何よりも大切なのは観音の面でコーヒーはどのような状態なのかをトレースしながら言っていただくと正解に近づきやすくなるんじゃないかなと思います。抽出比率。抽出比率というのはコーヒーの粉とそれから抽出した液体の割合になります。ミトスに関しては私はこの抽出比率に関してだいたい 50% から44% 程度が心地よいんじゃないかと経験上そのくらいになる設定が多いです。で、それに対してミトスに関してはもっと抽出を伸ばしたとしても過抽出な味わいは出にくいので、もう少し低い 40% でしたり 30% 台になってもエスプレッソとして美味しくなる可能性があるんではないかなと思います。というのもより粒度が揃っているので抽出の効率が高くネガティブな味わいも出にくいんじゃないかと思ってます。ですので自分が使っているグラインダーの特性どんなものかなっていうのも確認しながらこの調整ぜひ行っていってください。では続いてミッチュースの場合どうしたらいいのかというのを一緒にやっていこうと思います。